はい、こんにちは。今回なんですけれども、こちら、イヤーファンのフリープロ2、こちらをですね、レビューしていきたいと思います。このイヤーファンフリープロ2は、発売が2021年の11月とかだったかな。もう2ヶ月ぐらい発売してから経っているんですけども、コスパが高いということで、YouTube でも人気のモデルでこちらをですね、レビューしていきたいと思います。このチャンネルだと、イヤーファンの完全ワイヤレスイヤホンって、こちらのですね、Air Pro 2ですね。こちらをレビューしたことはあったんですけども、フリープロはですね、1も2もまだレビューしてなかったので、今回ですね、レビューしていきたいと思います。今回のレビューでは、フリープロ2のレビューということで、こいつメインでやっていくんですけども、先ほどご紹介した Air Pro 2とかですね、前作のイヤーファンフリープロですね、こちらなんかの比較も交えながらやっていきたいと思います。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較動画をアップしていますので、気になる方はチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは行ってみましょう。はい。ということで、まずはこちらですね。イヤーファンフリープロ2のスペックや価格をご紹介していきたいと思います。ノイキャンも外音取り込みもワイヤレス充電にも対応しているモデルとなっていまして、片耳のイヤホンのみでの使用も可能となっています。片耳で使用した時はモノラル再生になりますので、そういうニーズにも応えられるイヤホンになっています。マルチポイント接続は未対応ですね。Bluetooth のバージョンは最新の 5.2。対応コーデックは SBC-AAC となっています。ドライバーは 6mm のダイナミックドライバーが搭載されていて、充電時間はイヤホン本体が約1時間。イヤホンケースは USB-C の場合だと約2時間。ワイヤレス充電だと約 3.5 時間となっています。バッテリー持続時間はノイキャンオン時が最大5時間、イヤホンケース併用で最大25時間、ノイキャンオフ時が最大6時間、イヤホンケース併用で最大30時間となっています。カラーは今回ご紹介するブラックの1種類のみとなってますね。イヤホンの防水規格は IPX5、充電ポートは USB-C となっています。保証期間が18ヶ月と大体のイヤホンのですね、12ヶ月よりも長いというのは良いポイントですね。その他としましてはゲーミングモードですね、低遅延モードが搭載されています。価格なんですけども、現在 Amazon だと7999円ということになってますね。イヤーファンの完全ワイヤレスイヤホンは今までもアプリに対応してなかったんですけども、今回もアプリには対応していないというものになっています。はい、それでは外観やデザインなんかを見ていくんですけども、外観はこんな感じで、結構ですね、前作に比べると高級感があって、表面がですね、アルミニウム合金で、覆われているということで、かなりですね、前作のフリープロのですね、ファンに比べると高級感が出たかなと思います。で、サイズも前作のですね、こちらフリープロに比べるとかなり小さくなっていてですね、一回りぐらい上から見ても横から見ても小さくなっているかなと思います。他のですね、イヤホンなんかに比べてコンパクトな筐体となっていますので、ポケットにももちろん入りますし、カバンの中の小さなですね、隙間なんかにも入れられるサイズ感になっているのがとてもいいポイントですね。手のひらの上に置いてもこのぐらいの小ささになっていて、とてもコンパクトなのがわかります。で、上部にはこちらイヤーファンというですね、文字が印字されていまして、前から見るとこちらにインジケーターがついています。このインジケーターがですね、こんな感じで白で光るようになってるんですけども、前作は緑とか赤とかですね、色で分かれてたんですけども、今回はシンプルに白で光るようになっていて、この光り方によって充電ですね、どのくらい充電があるかとか教えてくれる仕様になっています。裏から見るとこちらに USB-C の端子がついてますね。フリープロ2はワイヤレス充電に対応してますので、もちろんワイヤレス充電器の上に置くと充電をすることができます。イヤホンケースを開けてみるとこんな感じでイヤホンが収まっています。こちらが前作のイヤーファンフリープロで、右側がフリープロ2なんですけども、デザインもかなり変わっていて高級感があるメタリックな質感になってですね、かっこいいんじゃないかなと思います。表面から見ると大きさ自体はそんなに変わらないんですけども、横から見た時ですね、イヤホン本体の厚みもですね、こちらのフリープロ2の方がかなり薄くなっていて、よりですねコンパクトになったっていうのがとてもいいポイントかなと思います。ノズルもですね、細くて短くなった印象を受けますね。こんな感じで、前作のですね、フリープロもかなり小さくて、とても評判が高かったんですけども、さらに小さくなったということで、技術力が上がってるんだなっていうのを感じます。イヤホン小さければ小さいほどですね、耳への負担もないというか、目立ちづらいですし、運動してる時なんかもやっぱりいいと思うので、そういう部分でやっぱ小さくなったっていうのはとてもいいポイントかなと思います。こちらですね、表面の真ん中の部分がタッチセンサーになっていまして、こちらをタッチすることで操作することになります。イヤホンの小ささっていうとですね、こちらはですね、AG の小粒なんかもコンパクトなことを売りにしているイヤホンになってますので、こう見比べてみますとこんな感じになっていて、かなり
こちらもこう小さいんですけども、横の長さだと、小粒のが若干小さいかなっていう感じはしますけども、縦の部分ですね。縦だとフリープロ2のが小さいですかね。こんな感じのサイズ感になっています。小粒と比べても遜色ないぐらいのですね、サイズ感になっていますので、とにかく小さいイヤホンを欲しいっていう方はですね、この辺、デザイン性とかですね、機能面で選んでいただければいいんじゃないかなと思います。そうしましたら重量やサイズも測定していくんですけども、まずはイヤホンケースにイヤホンを入れた状態の重量となります。38.5g となってますね。これめちゃくちゃ軽いですね。軽いものでも 40g 台というですね、イヤホンが多い中で 30g 台っていうのはめちゃくちゃ軽い部類ですので、軽さ重視したいって方にはめちゃくちゃおすすめですね。両耳で 9.0g ということで、片耳 4.5g ですね。こちらもとても軽いので、耳へのですね、負担とかになりにくいなっていう重さになってます。そしたらサイズも測定していくんですけども、イヤホンケースの縦が 25.4mm、イヤホンケースの横が 67.1mm となってます。ケースの高さが 29mm となってますね。ということで、とにかく薄くて小さいので、小スペースのですね、ところにもしまうことができますね。イヤホンのサイズも測定していきますけども、イヤホンの縦が 14.8mm、横はイヤーループを含めないと 20.7mm となってますね。イヤホンの厚みも 13.8mm ととても薄いですね。16、7mm ぐらいあるモデルっていうのが多い中で、この厚さっていうのはとても薄いイヤホンになっています。ノズルの長さなんですけども、ノズルの長さはこんな感じで測ると 10.2mm となっていて、これはそんなに短くもなく長くもなくという感じの長さになってますね。そうしましたら付属品も見ていくんですけども、付属品はこんな感じになっていて、まずですね、マニュアルが入っています。マニュアルは多国籍の言語で書かれているんですけども、日本語でもですね、10ページにわたってしっかりと書かれていますので、初めて完全ワイヤレスイヤホンを使うって方でも使えるんじゃないかなと思います。で、ちょっとした冊子が入っていて、こちらですね、イヤーファンのモデルいつも入ってるんですけども、掃除する用のメモみたいなのが入ってますね。イヤーループがこんな感じで入っています。もともとついているのと合わせて3サイズですね。フックがないものとフックの大きいの小さいのというのが入っていて、もともとついているのはフックが小さいものが入っています。耳が大きい場合だと、フックがですね、大きいものをつけていただくといいんじゃないかなと思います。それからこちらですね、USB-A to USB-C の身近なケーブルが入っています。そしてイヤーピースですね。4サイズついています。XS、SML と4サイズついているということで、この辺耳が小さい人から大きい人まで合うイヤーピースが見つかるんじゃないかなと思います。その付属品はシンプルながら必要十分なものが揃っているって感じですね。はい、それでは装着感についてご紹介していくんですけども、装着感はですね、やっぱりイヤホン自体が軽いということで、かなりですね、軽い装着感にはなっているかなと思います。ノズルが短くもなく長くもなくっていう話をしたんですけども、そんなにですね、耳の奥にブスって刺さる感じでもなくて、耳が痛いとかそういうこともなかったですね。で、イヤホンつけたところを写真で撮ってみるとこんな感じに見えます。イヤホン本体がとても小さいので耳の中もですね、余裕があるように見えるんじゃないかなと思います。で、このイヤーフックがあることによってこちらですね、耳の横に引っかかってしっかりとですね、安定するという感じになっていて、頭ですね、大きく振ったりなんかしても外れる感じがないので、運動にもですね、耐えられる装着感になっています。もしこのイヤーフックがですね、この引っかかっているのがなんか鬱陶しいとかそういう方であれば、先ほどお見せしたように、イヤーフックなしのイヤーループですね、付け替えることができるので、そちらを付けていただくと、ここ引っかかることもないですし、さらにですね、耳が小さい方でも付けられると思います。このイヤーファンフリープロ2はですね、完全ワイヤレスイヤホンの中でも最小クラスに小さいので、付けられない方はいないっていうぐらいのサイズ感になっていて、とてもいいかなと思います。で、装着したところを前から見るとこんな感じになっていまして、厚みとかですね、サイズ感がやっぱり小さいので、耳からもほとんどですね、はみ出てないですし、目立たない感じになってるんじゃないかなと思います。ですので、やっぱ耳からはみ出てるのが嫌だとか、音楽は聴きたいけどファッションの邪魔になるようなイヤホンは嫌だなって思う方にとってはこちらですね、とてもいいかなと思っています。続きまして肝心の音質についてなんですけども、音質はですね、今までのイヤーファンの完全ワイヤレスイヤホンっていうのは若干低音は強めではあるもののバランスの良い音っていうのが特徴かなと思ってたんですけども、このフリープロ2はかなり低音が強いモデルになっています。
低音がなんかすごく前に出てるっていうよりかはちょっと遠くで鳴ってるんですけども、低音が強いですね。調整になってるなっていう感じがして、高音域とか中音域が全然潰れちゃって聞こえないとかそういう感じではないんですけども、でもですねパッと聞いた時に低音強いなって感じるぐらいの強さになっていて、ロックサウンドなんかのハイテンポな曲だととても合うかなとは思うんですけども、逆にアコースティックとかシンガーソングライターのですねギター1本でサポートにドラムとかベースが入ってるっていう曲なんかだとちょっとですね低音がちょっと強すぎてバランスが崩れちゃうかなっていう感じのイヤホンになっています。やっぱりその辺のバランスが良い音、高音域から低音域までですねバランスが良い音っていうのと、こちらのですね AirPro 2のがいいかなと思っているんですけども、とにかく低音が強くてテンション上げたいとかですね、そういうですねハイテンポな曲をよく聴くっていう方だとこちらはですねとても楽しめるイヤホンになってるかなと思いました。前作のフリープロも低音は強かったんですけども、さらにですね低音が強くなっていて、ちょっとですね最初にですねこいつを聞いた時にちょっとびっくりしたというか、ちょっと意外だなって思ったイヤホンになってましたね。続きまして操作感についてなんですけども、操作は先ほども少しご紹介しましたが、このイヤホン表面のタッチセンサーで行うんですけども、タッチセンサーはですねこのイヤホンの真ん中ら辺ですね、この辺がタッチセンサーになっていて、この端の方はタッチセンサーになっていないというものになっています。サイドはタッチセンサーになっていないということで、この辺にですね、タッチセンサーの場所が切れ目とかがあるわけではないので、間違えてこの端の方とかをタッチしちゃうと、うまくタッチができないというものになってまして、そこはですね、ちょっと若干分かりづらかったかなと思いました。前作のフリープロの方はタッチセンサーとタッチセンサーじゃない部分の切れ目がちゃんとあるので、こうタッチすればいいんだなっていうのが分かりやすかったんですけども、このフリープロ2はその辺の切れ目がないということで、タッチセンサーの場所っていう意味だとちょっと分かりづらいかなと思いました。その分ですね、デザイン性なんかはとても上がっていて、こちらの方がですね、かっこいいなとは思うんですけども、タッチする部分はちょっと分かりづらかったかなというのがありました。あとはですね、ノイキャンや外音取り込みの切り替えが前作のフリープロとは変わっていて、前作の場合だと左を3タップでノイキャン、外音取り込み、それからノイキャンも外音取り込みオフとですね、3つのモードをループするという感じだったんですけども、今回のフリープロ2は左のイヤホンを2秒間長押してノイキャンから外音取り込みに変わって、外音取り込みからオフからノイキャンという風に切り替わるんですけども、そこがですねちょっと時間がかかるなというのがありました。ノイキャンから外音取り込みに切り替えるには左のイヤホンを2秒間長押しすれば切り替わるのでいいんですけども、外音取り込みからノイキャンにもう一回戻すときは一回オフを経由してやらなきゃいけないというのがあって、それはですねアプリでカスタマイズができるイヤホンじゃないので、絶対にオフをですねここで入れなきゃいけないっていうのはわかるんですけども、操作が2秒間長押しという操作になったことによって、外音取り込みからノイキャンに戻すときは2秒間長押しして1回オフにして離して、でもう一回2秒間長押してノイキャンに戻すということになっていますので、もう5秒ぐらいですかね、ノイキャンに戻すまでにかかるので、そこはちょっと煩わしかったかなっていう感じはします。あとはタッチした時のレスポンスもですねめちゃくちゃ速いっていう感じじゃなくて、こちらはフリープロと同じ感じなんですけども、レスポンスもめちゃくちゃ速いわけじゃないので、キビキビとした動作はできないなという感じの操作感になってましたね。続きましてノイキャンや外音取り込みについてご紹介していくんですけども、ノイキャンはですね前作のイヤホンフリープロに比べると強くなっているかなと思うんですけども、やっぱりですね上位の機種とかですねに比べるとやっぱりちょっと弱いかなっていう感じはしますね。価格が1万円切るっていうことでもちろんしょうがない部分ではあるんですけども、電車とかですねバスの走行音なんかもそうですし、今だと特にですね電車とかバスの窓が開いてたりなんかして走行音がさらに大きいので、やっぱりそういう部分ではちょっと音は入ってくるかなと思います。アナウンスの音ですね、電車やバスのアナウンスの音も割とノイキャンつけてても聞こえるかなっていう感じはしてますね。はっきりと何言ってるかっていうのは分かるぐらいとは言えないんで、その部分はいいんですけども、割と音は入ってくるなっていう感じはしています。結構外がですね風が強い時だとノイキャンをしてても風切り音なんかは入ってきますんで、運動する時でもランニングすると風切り音はですね結構気になるんじゃないかなと思いましたね。個人的にはこちらですね AirPro 2の方がノイキャンの性能は良かったかなと思ってはいるんですけども、一応メーカー公式で見るとどちらもですね同等のノイキャン性能っていう言われてるんですけども、個人的には AirPro 2の方が良かったかなと思いましたね。あと外音取り込みですね。外音取り込みをオンにすると外の音がですね、大きくなるのはわかるんですけども、会話をする時なんかだとちょっと厳しいなっていう外音取り込みになっています。
電車とかですね、バスなんかのアナウンスを聞くときは外音取り込みですね、とても使えるんですけども、コンビニとかスーパーで店員さんと会話するときは、ちょっとですね、音楽を聴きながらだと厳しいなっていう外音取り込みになっています。こちらも Air Pro 2のが外音取り込み優秀だなって感じていまして、フリープロだと外音取り込みにして音楽を一時停止にしたとしてもちょっと不安だなっていう感じがするので、耳からですねイヤホンを外すのがいいかなと思いました。続きまして通話品質なんですけども、通話品質はいつも通り Zoom で録音した音声がありますのでお聞きください。はい、こんにちは。こちらはイヤーファンフリープロ2とスマホを接続し PC と Zoom でつないで音声を収録しております。PC 側で音声を収録しておりますので、オンラインミーティングを行うとこのような感じで相手に音声が届くことになります。はい、いかがでしたでしょうか。通話音質はですね、全然悪いってことはないかなと思うんですけども、若干ですね、ちょっとザラザラした感じがするっていう感じで、こちらもですね、AirPro 2のが快適に音が聞けるかなと思いました。ビジネスなんかでも通常の定例会議とか、そういう場面だったら全然いいぐらいの音質はしてるかなと思うんですけども、重要な商談の会議とかですね、オンライン授業でも大事なプレゼンがある場面だと、こいつはちょっと向かないかなというぐらいの通話音質になっています。はい。ではですね、レビューの最後ということで、ゲーミングモードについてもちょっとご紹介していくんですけども、ゲーミングモードというですね、低遅延モードがついていまして、ゲームするときとか動画を見るときにこのモードを入れると遅延が抑えられるよというものなんですけども、私の場合はそんなにですね、ゲームしないので、早口言葉を言うような芸人さんのですね、動画を見ていてですね、検証したんですけども、もともとゲーミングモードオフの時でもですね、そんなに遅延がですね、あって動画がですね、口の動きと音声が全然合わないっていうことはなかったんですけども、若干ですかね、遅れは来るかなと思ってまして、そこでゲーミングモードを入れるとしっかりとですね、合うという感じになってました。ただ、もともと口の動きと声の音が合ってる時に多分ゲーミングモードを入れると逆にずれちゃうっていうのがあると思うので、そこは注意かなっていう感じはしましたけども、必要がある時にゲーミングモードを入れると効果は実感できるなという感じのゲーミングモードになっていました。はい、ということでここまでイヤーファンフリープロ2のレビューを行ってきたんですけども、ここから気になった部分についてもご紹介していきたいと思います。先ほどレビュー中にもですね、言った部分が結構含まれているんですけども、一つ目の気になった部分は、先ほど操作感のところでも言いましたけども、タッチセンサーがイヤホン本体の真ん中の方についていて、サイドはタッチセンサーにはなってないということになっていて、真ん中はしっかりとですね、タッチしないといけないということになってるんですけども、タッチセンサーのところとタッチセンサーじゃない部分の境目が分かりづらいので、ちょっとですね、誤タッチというか、操作ミスなんかが起きたということがありますね。もっとですね、長い時間使っていて慣れれば、この辺タッチすればいいんだなっていうのは分かると思うんですけども、最初はですね、ちょっとこの横の方触っちゃったとかしてですね、ちょっとタッチミスなんかがあるかなというのがありましたね。これ時間とともに慣れるかなとは思います。はい、それから2つ目の気になった部分なんですけども、このフリープロ2をつけていて、イヤホンをですね、外してケースに戻そうとした時に、このイヤーピースがですね、ひっくり返っちゃうというのが結構あって、この傘の部分が薄いからかもしれないんですけども、耳から外した時にこんな感じでイヤーピースがひっくり返っちゃうので、一回戻してケースにしまわなきゃいけないというのがあって、ちょっとですね、煩わしいなと思う時がありましたね。指でピッて戻してあげればいいだけではあるんですけども、外してすぐにイヤホンケースにしまいたいのに一手間いるっていうのはちょっと気になるなという感じです。ちょっとせっかく安いモデルですので、別のイヤーピースを買うっていうのもちょっとコスパが悪くなっちゃう気もしますけども、どうしても気になる方はサードパーティー製のですね、イヤーピースに変えるっていうのがいいかなと思います。で、3つ目の気になった点は先ほどもご紹介したんですけども、外音取り込みからノイキャンにですね、切り替えるときに時間がかかるっていう部分ですね。操作感のところでもご説明しましたが、このイヤホンフリープロ2は左のイヤホンを2秒長押してモードの切り替えを行うことができるんですけども、切り替わる順番がノイキャン、外音取り込みオフ、ノイキャン外音取り込みオフというですね、この順番で切り替わっていくんですが、ノイキャンから外音取り込みにするときは1回2秒間タップするだけなので、すぐですね、切り替えることができるんですけども、外音取り込みからノイキャンに戻すときは1回オフを経由してノイキャンに切り替わるので、2秒間タッチして1回離して2秒間タッチしてっていうですね、2回操作がいるんですけども、そうするとですね、結局5秒ぐらいかかっちゃって、ちょっと時間かかるなっていうのがあります。
そんなにですね、外音取り込みからノイキャンにすぐにですね、切り替えないと、ものすごい支障があるっていうシーンはあんまないと思うんですけども、ちょっとですね、やりづらいなっていうのがありました。前回のフリープロだと3回タップで切り替わるので、6回タップすればノイキャンに戻るということで、そっちの方がちょっと早いかなとは思うんですけども、今回はですね、2秒間長押しという操作コマンドになったことによって、ちょっと時間がかかるなっていう感じがしましたね。最後の気になった点なんですけども、最後はですね、ここをですね、傾けるとイヤホンケースがパターンと閉じちゃうっていう部分ですね。蓋がですね、カチッとここで止まらないので、傾けると閉じちゃうっていう部分があって、こちらですね、前作のフリープロもっとゆるゆるだったんで、もっとですね、バチンってこう閉じちゃったんですけども、それよりはですね、緩やかに閉じるということで、ちょっと改善されてはいるんですけども、ケースを開けた時にしっかりと止まるわけではないので、今回も傾けると蓋が閉じてしまうっていう現象は同じかなと思います。個人的にはここですね、しっかりとカチッと止まってくれると良かったですね。はい。ということで、今回はですね、イヤーファンフリープロ2のレビューを行ってきました。フリープロ2ですね、前作のフリープロに比べてやっぱ高級感とかを増したりとか、サイズが小さくなったり、あとノイキャンも強くなったりしてですね、かなり良くなった部分っていうのも結構あるんですけども、それによってですね、タッチセンサーの場所がちょっと分かりづらかったりとか、操作感の部分は個人的にはちょっとやりづらくなったかなっていう部分がありましたね。ただよりですね、小さくて、高級感がある、そしてコスパが高いモデルを求めたいっていう方にはとてもいいかなと思います。音質もですね、とても低音が強い傾向になっていまして、このようなですね、低音が強い音をですね、好む方っていうのも結構いらっしゃると思うので、そういう方にとってはかなりですね、良くなっている部分かなと思いました。ただ、低音が強いイヤホンがちょっと嫌で、高音域から低音域までしっかりとですね、バランスの取れた音が好きという方だと、こちらはですね、同じ価格のイヤーファンの AirPro 2、こちらのがとてもお勧めできるかなと思います。ただこの AirPro 2はサイズ感もですね、かなりフリープロに比べて結構大きいですし、イヤホン本体もこのですね、スティック型のイヤホンになっていて、外観もかなりプラスチック感があってですね、高級感っていう意味だとフリープロ2のがあると思いますので、その辺がここに問題ない方だったら AirPro 2もかなりおすすめかなと思います。個人的にはですね、AirPro 2のが音質とかですね、ノイキャン、それから通話品質なんかもとてもいいですし、こちらなんか個人的には好きなんですけども、フリープロ2もとてもコスパの高いイヤホンに仕上がっています。こちらですね、フリープロ2も AirPro 2もどちらもですね、通常だと7999円ということで、8000円弱のイヤホンにはなるんですけども、こちらですね、Amazon のセール時なんかに結構割引が入っている時もありますので、そういう時に狙って購入するとさらにコスパが高いですね、イヤホンになると思いますので、チェックしていただけるといいんじゃないかなと思います。はい、ということで今回の動画はここまでとなります。この動画が良かったなと思ったら、グッドボタンやチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。このチャンネルでは、完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較動画をアップしていますので、気になる方はこれからもチェックしていただけるととても嬉しいです。それから私はブログもやっていまして、そちらでも完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較記事をアップしていますので、時間がある時に見ていただけるととても嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。